娘と名付け親。昔々、遠い遠い大きな森の奥に貧しい夫婦が住んでいた。妻に可愛い女の子が生まれたが、あまりに貧しくて洗礼を受けさせる方法がわからなかった。牧師に払うお金がなかったのだ。ある日、父親は名付け親になって洗礼の費用を出してくれる人はいないかと出かけていった。一日中かから家へ歩き回り、名付け親になるのは構わないという人はいたが、費用を払おうという人は誰もいなかった。さて、家に帰る途中、美しい貴婦人に出会った。綺麗な服を着て、心の底から優しそうな方だった。赤ん坊の洗礼を引き受けましょう。だがその後は自分の手元に引き取りたいと言った。父親はまず妻の考えを聞かなくてはと答えた。家に帰って話すと、妻はきっぱり嫌だと言った。翌日また出かけたが、やはり費用を持つなら名付け親にはなりたくないと言われるばかりで、どんなに頼んでも助けてくれる人はいなかった。夕方近くなって家に帰る途中、またあの美しい貴婦人に出会い、同じ申し出をした。妻に話すと、今度は明日も誰も見つからなかったら、あんなに優しそうな方なのだからお任せするしかないと言った。3日目、またあちこち歩き回ったが、誰も引き受けてくれなかった。夕方近くにまたあの貴婦人に出会い、洗礼さえしてくれるなら赤ん坊をお渡しすると約束した。翌朝、貴婦人は名付け親の男2人を連れて父親のもとに来て、赤ん坊を受け取り、教会で洗礼を授けた。その後自分の家に連れて行き、女の子はそこで何年も暮らした。名付け親はいつも優しく親切にしてくれた。さて、娘が大きくなって善悪の区別がつくようになると、名付け親が旅に出る支度をした。この家の中はどこへ行ってもいいよ。と名付け親は言った。ただし、ここだと教えた部屋だけは開けてはいけないよ。そう言って出かけて行った。ところが娘は我慢できず、一つ目の扉をほんの少しだけ開けてしまった。するとポンと星が一つ飛び出した。名付け親が帰ってきて星が飛び出したとわかると、大層腹を立て、追い出すと脅した。だが娘が泣いて泣いて頼んだので、なんとか置いてもらえることになった。しばらくして、名付け親がまた旅に出ることになった。出かける前に、まだ一度も入ったことのない2つの部屋には絶対に入るなと言いつけた。娘は気をつけると約束した。だが一人になると、2番目の部屋には何があるのだろうと気になりだし、とうとう我慢できなくなって扉をほんの少しだけ開けて覗いてしまった。するとポンと月が飛び出した。名付け親が帰ってきて月が逃げたとわかると、すっかり気落ちして、もうここにはいられない。出て行かなくてはならないと言った。だが娘がさめざめと泣いて心から許しを請うたので、今度も何とか置いてもらえることになった。またしばらくして名付け親が旅に出ることになり、もう半分大人になった娘に3番目の部屋だけは絶対に覗いてはいけないときつく言いつけた。ところが名付け親がいなくなってしばらくすると、一人で歩き回るのに飽きて、ふと思った。あ、3番目の部屋をちょっと覗いたらどんなに面白いだろう。いけないと思い直した。名付け親のことを考えて。だが2度目に誘惑が来た時、もう耐えられなかった。どうなってもいい。見なければ気が済まない。扉をほんの少し開けた。するとポンと太陽が飛び出した。名付け親が帰ってきて太陽が飛んでいったとわかると、胸が張り裂けるほど悲しみ、言った。もうどうにもならない。出て行かなければならない。もうここに置いておくわけにはいかない。娘は泣いて泣いて目が腫れ上がり、許してほしいと頼んだが、何を言っても無駄だった。ダメだよ。罰を受けなければならない。と名付け親は言った。でも、どちらか選んでいいよ。世界で一番美しい女になる代わりに口が聞けなくなるか、口が聞ける代わりに世界で一番醜い女になるか。だがどちらにしても、ここを出ていくのだよ。娘は言った。美しい方がいいです。するとたちまちこの上なく美しくなった。だがその日から口が聞けなくなった。名付け親の元を去り、娘は大きな大きな森の中を歩いてさまよった。行けば行くほど出口は遠ざかるばかりだった。夕方になると泉のほとりに生えた高い木に登り、そこで一夜を明かすことにした。すぐそばに城があり、毎朝早く城から侍女が一人、王子のお茶を入れるための水をこの泉に汲みに来ていた。侍女が泉を覗き込むと、水面に美しい顔が映っていた。自分の顔だと思い、水差しを放り出して走って帰り、気取った声で言った。こんなに綺麗な顔をしているなら、水汲みなんかに使われるのはまっぴらだわ。そこで別の侍女が水を汲みにやらされたが、同じことが起きた。帰ってきて、こんなに綺麗で上等な自分が王子のために泉の水なんか汲んでいられないと言った。そこで王子自ら見に行った。
一体どういうわけか確かめたかったのだ。泉に着くと水面にやはり映った顔が見えた。だがすぐに見上げて木の上に美しい娘が座っているのに気がついた。言いくるめて下ろし城に連れ帰った。あまりにも美しいので妃にしようと決めた。だがまだ存命だった母の女王はこれに反対した。口が聞けないじゃないの。と女王は言った。制約の魔女かもしれないよ。だが王子はどうしても諦めず娘を妻にした。しばらく暮らすうちに娘に子が宿り、生まれる時が来ると王子は厳重な見張りをつけた。ところが子が生まれた途端、見張りの者が一人残らず深い眠りに落ちた。そこへ名付け親がやってきて赤ん坊の小指を切り、その血を若い妃の口の周りに塗りつけていった。お前が星を煮出した時、私がどれほど悲しかったか、今度はお前が同じ悲しみを味わうのだ。そう言って赤ん坊を連れ去った。見張りの者が目を覚ますと、妃が自分の子を食べたのだと思った。先代の女王は妃を火あぶりにしろと言い立てたが、王子がどうしてもかばって、ようやくのことで助け出した。二度目に子が生まれる時には、前の倍の見張りが立てられた。だがまた同じことが起きた。名付け親がやってきて言った。お前が月を煮出した時、私がどれほど悲しかったか、今度はお前が同じ悲しみを味わうのだ。妃は泣いて頼んだ。名付け親がそばにいる時だけは口が聞けたのだ。だが何を言っても無駄だった。先代の女王はもう火あぶりにするしかないと言ったが、王子は何とか助け出した。三度目に子が生まれる時には最初の3倍の見張りが立てられた。だがまた同じことが起きた。見張りが眠り込んでいる間に名付け親がやってきて赤ん坊を取り上げ、小指を切り、妃の口に血を塗りつけていった。お前が太陽を逃がした時、私がどれほど悲しかったか、今度はお前が同じ悲しみを味わうのだ。もう王子にもかばいきれなかった。火あぶりにするしかなかった。ところが、いざ家計柱に連れて行かれようとしたその時、名付け親が3人の子供を連れて現れた。2人の手を引き、3人目を腕に抱いていた。若い妃のもとへ歩み寄り、言った。さあ、子供たちをお返しします。私は聖母マリアです。お前が星と月と太陽を逃がした時、私がどれほど悲しかったか、お前も同じだけ悲しんだのです。罰はもう十分です。これからは口が聞けるようになりますよ。妃と王子がどれほど喜んだかは誰にでもたやすく想像がつくだろうが、言葉にすることはできない。それからは2人はいつも幸せに暮らした。その日からは王子の母の女王も若い妃を大層可愛がるようになった。